マニュアル人間、指示待ち人間というと、自分で考えて行動できない人、使えない人といった悪いイメージで使われる印象があります。しかし、マニュアルとはそもそもその通りに行うことが前提で、その通りに行うことで一定の良い結果を生むことができるものだと思います。それを守ることができる人はむしろマニュアルを作った人にとっては優れた人になるのではないでしょうか。マニュアル人間とは本当にマイナスのことですか？また、そのような人がうまく生きるにはどうしたらいいですか？この質問の中でおかしいところは、マニュアルを守ることができる人は、マニュアルを作った人にとって優れた人になるっていうことね。で、まずこれは、マニュアルを作った人にとって、マニュアルを作った人のご機嫌を取ってるわけではないんですよ。そのマニュアルというのが作られてるということは、そのマニュアル通りにやることによって、効率よく、それこそ巧みに物事が運ばれるからであって、別にこのマニュアルを作った人にとって優れてるっていうんじゃないんですね。その仕事がミスなく着実に行われるためにマニュアルにしてるんですよ。何らかの理由があって、誰でも同じような再現性のある結果が出るようにしているためにマニュアルにしてるんですよ。で、このマニュアル人間、マニュアル通りにやるのか、自分で考えてやるのかっていうことなんですけど、マニュアル通りやるべきことはマニュアル通りやるというのが正しいことですね。そして考えるべき時に考えて行動できるというのが巧みであるということですね。そう。だからマニュアル人間ですか？考えて行動する人ですか？これを一緒くたに考えないということです。特に危険作業とか、マニュアルの手順が決まってます。それは過去に膨大な人々の命を落としたり、怪我をしたり、失敗をしたりということの積み重ねの中で、怪我を少しでもさせないようにしないようにするためにそういうマニュアルが作られてたりするんですね。その時にいちいち考えて、経験もない人がこうやってみたらいいんじゃないだろうかってやってたら、それこそ危険が伴うし、手遅れになったりしますよね。そう。だから、マニュアル通りやるべき時にはマニュアル通りにやればいいんです。だけど、考えてやってくださいということに関しては、考えてできるようになった方がいいんですね。そう。だから、マニュアル通りすることも巧みだし、考えてやるべき時には考えてやるということができることが巧みです。マニュアルが悪くて考えてやるということがいいということではない。状況によっては逆にもなり得る。マニュアル通りやらなければならないのに余計なことを考えてやるということの方が最悪の結果になることもある。ということです。なので、マニュアル通りにやるべきこと、そして考えてやるべきこと、これをそもそもちゃんと理解しておかないので、このような質問が出てくるっていうことですね。仏教というのは知識ではないんです。歴史の勉強ではないんです。今、この人生において、私がどう生きるのかというところへ直結してくる教えなんですね。今、この自分の人生において、今日から明日から私の人生に変容をもたらしていく。それが仏教なんです。社会とか世界とか全てに対して見方が変わったし、感じ方が変わりました。そのイラッとすることをいかに解消するかということを教わりました。最終的にはやっぱり人間を学びに行ったんだなっていう。表面的なものではなくて、深いところまでイメージがスッと入ってきたんですけど、おっしゃることがもうおっしゃる通りだなと思って、雲が晴れるような感じの気持ちになったりとか、もう感謝しかないです。本当に学びというのはね、いつになってもいつからでも学ぶことができるんです。まさに私たちがどう生きていくのか、仏教を学んで自分の人生の質が良くなっていかなければいけない。自分の心が穏やかになっていかなければいけない。そうならなければ、どんなにたくさんの経典の文句を覚えたところで仏教を学んだことにはならんのです。